こんにちは、アンナスです。今日は襟に刺繍をする時には、どんな図案を使えばいいのかっていう話をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、お洋服、襟にちょっと何か刺繍したいなっていう時の、こんな図案どうですかっていう話をしたいと思います。このワードローブを彩るアンナスの刺繍教室っていう本は、そういうことがいっぱい書いてある本なので、図案集なんですけど、どうやって服に刺繍をすれば、例えば刺繍枠襟にはめるときこんな感じではめますみたいな。でちょっと刺繍枠大きいのしか持ってないっていう人はちょっとこう布を継ぎ足して大きい布っていう状況にして枠をはめるといいですよとか、そういうことが書いてあるんですけど、今日はそういうことではなくて、どんな図案を選ぶといいのかっていう話をしたいと思います。もう皆さんの趣味とかセンスとかいろいろもうバラバラなので、これっていうのはないんですけど、なんか私がもし襟に刺繍する場合こういうことに気をつけて図案を選んでますみたいな話なので、参考に聞いていただけるといいかなと思います。まず、これね、刺繍はこのつり金層の刺繍をしているんですけど、ワンポイントではないんですけど、こういうなんかたくさん刺繍入れたいなっていう場合は、そうですね、大人っぽいのが好きっていう人は写実的っていうのは割とこう記号化してないリアルな感じの絵のタッチの刺繍図案を選ぶと大人っぽく着れます。これが例えば、同じシャツに刺繍するにしても、例なんで別にこれを襟にってわけではないんですが、お花の図案は無難なんで使いやすいと思うんですけど、こういう記号化されたお花の図案を、例えば襟に刺繍するという風になるとやっぱちょっと子供っぽくなるんですね。なのでどういう図案をチョイスするかっていうのは、可愛い感じに、民族衣装っぽい感じの可愛い感じにしたいのであれば、こういうちょっとこうデザインされた記号化した絵を持ってくるといいですし、大人っぽい感じにしたいなっていう場合は写実的なものを探して持ってくるといいと思います。だからこれは私の作品に限らず、お花の図案って多分いろんな作家さんがほぼ全員されてる図案だと思うんですけど、その写実的なのか記号化されているのかっていうのでちょっと選んでみるっていうのはまず一つポイントだと思います。そして、ワンポイントの場合なんですけど、美味しい刺繍ですね。この本だと、これは T シャツに刺繍してるんですけど、ちょっと大人っぽさ、可愛らしさみたいなのでチョイスすると、こういうなんか器具みたいなものとかが割と大人っぽくなるかなと思います。で、食べ物の刺繍、例えばこういう、パンだとねシンプルだからまだ大人っぽくいけるかもしれないんですけど、ケーキとかクッキーとかケーキとかだとやっぱりちょっと難しいですね。可愛くなってしまうので、可愛いワンポイントをこの襟にねワンポイントちょこってやりたいっていう場合はこういうのをチョイスしてもいいですね。だけど大人っぽくてワンポイントで可愛い感じにしたいっていう場合は、さっきのそういうコーヒーの器具もありましたけど、こういう感じでポットとかね、色を調整してもらえれば、これ茶色ですけど全然綺麗な色でやってもらってもいいんで、そういうちょっとこうなんていうのかな、工場で作られたものケーキも工場では作るんですけど、食べ物、形がそんなに綺麗に整ってないものとこう無機質なものだと、無機質なものの方がちょっと大人っぽく着こなせる。あと男性とかでもあんまりこう可愛らしい感じを出さずに着れるかなっていうところはあります。はい。
あと動物で言うと、動物もそうですね、そのなんか写実的なものの方が、大人っぽくで、ちょっとこう記号化された猫みたいな図案だと可愛くなるので、可愛いのがしたいっていう方はこういう方を選んで、なんかもうどれもお花も動物も一緒ですね。ちょっとこうリアルな感じ、写実的なタッチの図案を選ぶ場合はちょっと大人っぽくできると思います。これは襟じゃなくてこの胸元に刺繍してますけど、こうやってワンポイントでシルエットだと全然男性でも着れるかなっていう感じです。あと色味ですね。犬とか猫とかってやっぱ動物全般そうですけど、そんなに可愛いピンクとかねそういう色の動物っていないので、写実的なものであれば色味も抑えられるんで、シャチとかね、結構大人っぽくいけるんじゃないかなと思います。という話の流れで、その大人っぽい色味が少ないっていう話でしたけど、色味を抑える話をします。なんかその動物とかだと 2,3 色ぐらいしか使ってなかったりとか、その、ポットとかだと器具とかも 1,2 色ぐらいで構成されてると思うんですけど、布ですね。布、そのシャツの布、例えば結構濃いめのシャツの色とかだったりすると、白だとすごいサテンステッチとかだと粗が目立ってしまうので、結構やっぱりこう存在感が出てしまうんで、やっぱ可愛い感じになってしまうんですね。だから例えばその一番最初に紹介したこの襟の刺繍、これとかもこう色味を抑えてるんですけど、例えばこの図案でこういうちょっと濃いめのシャツの上に白い糸で刺繍した場合、やっぱり結構存在感が出るんで、ちょっとこうチロリアンテープ的な感じにはなるんですよね。だからこういう時は色が似てるもの、どっちに転ばせるかはそれぞれご自分のあれでやっていただくといいんですけど、なんかこう似たような色でこうエンボス加工みたいな感じの仕上がりになるととてもシンプルで着やすいです。やっぱ刺繍するとテイストがこう偏ってしまうんで、最初何でも合わせやすいシャツだったのになんかスカートしか合わなくなったとか皆さん古着みたいなのをちょっとリメイクしたいなっていうので刺繍される方も多いと思うんですけど、結構ね刺繍すると選択肢が狭まってしまう、合わせる服が減ってしまうみたいなことがあるので、なのでそう同じ色にしておけばそんなに雰囲気が変わらないので、今まで通り合わせやすい感じになるんじゃないかなと思います。なので白いシャツの時は白い布、白いシャツの時白い糸とか、さっきのこのちょっと淡い感じの薄い色味で構成するとかっていう風にするとシャツも使いやすいと思います。もうどうしてもやっぱりポップになると全部チロリアンテープというか全部民族衣装の方にどんどん寄ってってしまうので、もうそういうのが好きっていう方はあんまり気にせずガンガン刺繍してもらうといいんですけど、そうでなくってチロリアンテープみたいな民族衣装じゃないっていう、そういうのがあんまりちょっと苦手っていう方はちょっとこの色とか刺繍糸はできるだけその布に近い抑え気味の色を使うとか、あと図案は写実的なものを選ぶとかってすると割と使いやすい服になるんじゃないかなと思います。これは私の勝手な思い込みなので、いや全然そんなことないですよっていう方も多分いらっしゃると思うので、その辺は参考程度に聞いていただけると嬉しいです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。